不動産屋さんの怪談です。これは現在50代の女性の方が今から2、30年前に体験したお話です。その方を仮に美恵さんとお呼びしますが、当時はまだ20代半ばで、夫と就学前のお子さん2人と東京に住んでいました。美恵さんは元は静岡県の出身で、ある夏の日、静岡の実家経由で母親と義理の父親、それと美恵さん家族の総勢6人でレンタカーを借りて山梨県の富士急ハイランドに泊まりがけで遊びに行ったそうです。美恵さんたちはしっかり一日遊ぶと、そのまま予約してある河口湖の民宿に向かいました。その民宿は川辺にある2階建ての古い古民家で、すぐ真横に片側1車線くらいの橋がかかっていたそうです。宿に到着すると、早速民宿の人が忙しいのか言葉少なげに美恵さん一家を今夜泊まる部屋に案内してくれました。夏休みですから今夜は満室だということで、長い廊下の突き当たりにある一番奥の広い部屋を使ってくださいということでした。中を開けると、そこは広いお座敷でした。8畳と12畳の続き部屋がある部屋で、手前に両親、奥の12畳の部屋に美恵さん家族が寝ることに決めたそうです。広くていいわねなどと美恵さんの母親は喜んでいたのですが、美恵さんには部屋に入った瞬間から空気がどんより重い感じがしました。でもその理由がすぐ分かったそうです。奥の方の12畳の部屋に大きな仏壇があったのです。何この部屋と思ったのですが、どうやらこの部屋は宿泊客用ではなく、この民宿の家族が日頃使用している仏間だったようでした。その仏壇には民宿の家族のご先祖らしき遺影が飾ってありました。美恵さんは見知らぬ他人の仏壇のある部屋に泊まるのが少し気味が悪く、落ち着かなかったそうです。でも一泊だけですから我慢するしかないと諦めました。ただ美恵さん以外はみんな何も感じていないようで、さっさと荷物を下ろして休んでいました。しばらくして美恵さんの夫と元気な子供たちは民宿の周りを散策しに行き、奥の部屋に美恵さん一人残りました。隣の続き部屋の母親たちはさすがに疲れて静かにごろ寝をしているようでした。気がつくと静まり返った部屋に美恵さんだけポツンといるような感じになったのですが、急にパキンバキッという矢鳴りがしてきました。古い古民家だからかなと美恵さんがぼんやり思っていると、バキンバキバキとその矢鳴りはどんどん激しくなっていったそうです。何これ、ラップ音みたいと美恵さんは少し怖くなり、いよいよ落ち着かなくなりました。隣の襖からは母親たちのうたた寝の寝息がかすかに聞こえ、彼らは全くこの矢鳴りが聞こえていないようでした。すると間もなく夫と子供たちが外から帰ってきました。その瞬間不思議にもラップ音はピタッとしなくなったそうです。ほっとした美恵さんはその後すぐお風呂に入りに行き、みんなで夕食を済ませたということでした。そしてだいぶ時間も経ち、夜もすっかり更けていくと、さあ寝ましょうと言って家族は布団に入って電気を消してしまいました。美恵さんはこの部屋で寝るのがすごく嫌だったのですが、仕方なく布団に入りました。するとその時一瞬ですが、自分たち以外の誰かがいるような気配がしたそうです。でもそんなわけはないので、美恵さんは気のせい気のせいと思いながら急いで布団をかぶりました。でもしばらく時間が経ってもその謎の気配はなくなりませんでした。
夫も子供たちも隣の母親たちもぐっすり寝ていて、この不可解な気配には全く気づいていません。美恵さんはそれが怖くて怖くて寝ることがなかなかできませんでした。するとまた部屋の中でパキンパキパキパキという矢鳴りが聞こえてきたそうです。これは間違いなくラップ音で、美恵さんはこの部屋には幽霊がいることがやっと分かりました。それはきっと仏壇の先祖霊か何かで、自分たちが部屋を使っていることに怒っているのだと思いました。するとその幽霊らしきものは美恵さんの寝ている部屋の周りをスルスルスルと歩き出したのです。足音は最初は部屋の一番壁側に聞こえましたが、だんだん円を描きながら少しずつ少しずつ美恵さんの布団に近づいてきました。美恵さんは冷たい汗をかきながら必死に寝たふりを続けていると、ついにその幽霊は美恵さんの枕元のすぐそばを回り始めたそうです。自分が起きていることに気づかれたらどうしようと美恵さんの恐怖は頂点でした。隣に寝ている夫を起こせばよかったのにと思いますが、それすら怖くてできなかったそうです。するといきなり美恵さんの鼻先10センチぐらいのところに生温かいものを感じました。それは幽霊が美恵さんの顔を覗き込んでいたのです。絶対に目を開けてはいけないとずっと必死に耐えていました。そしてどれくらい経ったのか、だんだん夜が明けてくるといつの間にか幽霊の気配もなくなっていました。結局美恵さんは朝まで一睡もできなかったそうです。その朝、美恵さんは家族には昨晩の幽霊の話は一言も言いませんでした。すると朝食を食べている最中でした。夫がふと思い出したように、そういえばさ、知ってる？この民宿。と言って昨日散策に出た時にどこかから聞いてきた話を得意げに始めました。それによると、この民宿の真横には橋がかかっていますが、その橋の下で北野誠さんのお前ら行くなのロケが行われたということでした。美恵さんはそれを聞いて、ちょっと待ってよとなり、それってこの民宿の周辺が心霊スポットだってことじゃないと思いました。確認は取れていないのですが、どうやらこの民宿の隣接した橋の下やその周辺の土地ではいろんな怪奇現象があるようで、取材に来るくらいの心霊スポットらしいということでした。おそらく民宿には霊道がかかっていて、今もその民宿の場所を含めて一帯が心霊スポットなのではないかと思います。残念ながら具体的な場所は聞いていませんので、ご興味のある方は河口湖の民宿とお前ら行くなで調べてみたら何かわかるかもしれません。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録といいねボタンをお願いします。